なぜ、こんなにも差がついてしまったのか。現役電車運転士の T 学長です。生徒のユンです。今回は北米の鉄道における、中国と日本の覇権争いについて、お話ししていきます。それでは一緒に見ていきましょう。アジアの途上国ならともかく、アメリカで中国の車両が走ることが信じられないです。確かに、そう思うかもしれませんね。中国の鉄道車両というと、やはり中国中車製ですか？その通りです。中国中車は世界最大規模の中国の鉄道車両メーカーなのです。2014年、中国中車の子会社は、ボストンの地下鉄2路線の車両製造の入札に参加しました。そして、284両分を落札することに成功したのです。ボストンの地下鉄ってどんな路線なんですか？ボストン地下鉄は、マサチューセッツ湾交通局が運営しています。1897年に開業し、アメリカ最古の地下鉄として知られているのです。そんな歴史のある路線の車両を、中国が製造するなんて歴史的な出来事ですね。どうして中国が契約できたのでしょうか？理由はいくつか考えられます。まず、中国の鉄道車両産業の急速な成長が挙げられます。中国は世界最大の鉄道網を有しており、技術を日々高めることができるのです。中国といえば安さですよね。それも武器になったのですか？もちろんです。適正価格とは言えない、いわゆる、ダンピング受注によって、海外市場を席巻しています。ボストンの入札の際も、価格の安さが決め手になったと言われています。質についてはあえて触れないでおきますね。また、大きく影響したと言われているのが、バイアメリカン条項です。何ですか？そのバイアメリカンって？バイアメリカンとは、アメリカ政府の調達に関係する制度のことです。調達のうち一定の割合をアメリカ製にしなければならないという制限です。なぜそんな制度があるんですか？アメリカ国内の雇用の創出や、技術力の維持が目的です。このように、国内産業を保護できる一方、競争力を低下させる側面もあります。中国中車は、アメリカ国内に工場を作ったり、アメリカ国内で部品を調達することで、バイアメリカン条項に抵触しないよう努力を重ねたのです。中国の本気度が目に浮かびますね。こうした努力の結果、中国はボストンでの契約を勝ち取ることができたのです。ちなみに、どんな車両を製造したんですか？車両の構造強度や安全制御などの面では、中国で初めて米国基準を採用したのです。耐久性などの規格である、米国防総省の MIL 規格などをクリアしています。そのため、時速40キロの状況下で衝突事故などが発生したとしても、乗客エリアには影響を及ぼさない仕様になっているのです。それは安心ですね。さらに、2015年9月には、中国中車初のアメリカでの拠点となる製造工場を、スプリングフィールドに建設しました。そして、製造から試運転まで、一貫して行う体制を作りました。これが中国中車のアメリカ進出への足がかりとなったわけですね。そうです。中国の勢いはどんどん加速していきました。2016年、中国中車はシカゴの地下鉄車両、846両のプロジェクトを入札します。総額でいくらになるんですか？日本円で約1475億円です。高いのか安いのかも見当つきません。後で日本の例が出てきますのでそこで比べてみましょう。ただ、中国にとっても過去最大規模のプロジェクトだったということです。また、シカゴの地下鉄はボストンと同じく歴史はとても古いのです。そんなシカゴ地下鉄が、保有する車両の約半分を入れ替えるという、大プロジェクトを中国が担当することになりました。これも成功すれば、アメリカにおける中国の存在感を示すことができますもんね。シカゴ地下鉄もボストンと同じく、アメリカ基準に基づいて設計されました。さらに、シカゴの特徴である急カーブ高架や玄関の機構といった、特殊な環境に対応した車両を提供することになったのです。プロジェクトが動き出すと、中国中車はシカゴに工場を建設しました。無事に車両はデビューできたんでしょうか？はい、2020年には試験車両が納入され、翌年4月に営業運転を開始しました。何のトラブルもなくスタートできたんですね。そうですね。中国の勢いはまだまだ止まりません。シカゴと契約した翌年の2017年、今度はロサンゼルスとも契約したのです。立て続けに大都市との契約が成立ってすごいですね。すべてうまくいけば、世界の中国を見る目も変わると思いますよ。そうなんです。中国にとっては千載一遇のチャンスだったのです。2014年にボストンと契約した中国は、3年後に追加で120両を受注しました。そして、2019年に営業運転を開始することになりました。ところが、残念ながらトラブルが発生してしまうのです。なんとなく予感はしていましたが、どんなトラブルだったんですか？
営業運転開始直後の2019年、走行中に扉が突然開くトラブルが発生したのです。また、床下から異音がするなど数々のトラブルに見舞われたのです。一歩間違えれば、乗客の命に関わるトラブルですよね。そして、2021年には脱線事故まで起こしてしまうのです。怪我をした人はいなかったのですか？はい、幸いこの事故での負傷者はいませんでした。しかし、トラブルはまだ続いてしまいます。バッテリーの爆発やブレーキの不良など、数えきれないほどのトラブルが発生しました。市民の皆さんからも批判の声が出てきそうですね。そうですね、安く車両を購入できたのはいいことです。しかし、これほどトラブルが発生すると、安物買いの銭失いとの声が噴出しました。近年、中国は安さを売りにして世界中でインフラ工事を行っています。しかし、事故や手抜き工事が相次ぎ、大きな社会問題となっています。東南アジアではよく聞きましたけど、アメリカでも例外じゃなかったんですね。そのようですね。その後、ボストン地下鉄はどうなったのですか？マサチューセッツ湾交通局、MBTA は、徹底的に調査を行いました。すると、車両の設計や製造に問題があったことが判明したのです。中国中車はどうしたのですか？ MBTA により車両の回収を命じられることになりました。車両って大量にありますよね？全部ですか？もちろんです。2023年より順次回収を開始しています。そして、2024年に全車両の回収を完了する予定です。このトラブルを受けボストン市議会は、中国製車両の使用中止を求めました。しかし、MBTA は回収を完了するまでは使用を継続するとしています。本当に修理をすれば大丈夫なんでしょうか？心配になりますね。このトラブルはアメリカ市場において、中国の信頼を失墜させるのに十分なインパクトがありました。だったら市民からも反発の声が上がってもおかしくないですよね。そうですね。特にシカゴ市民からは反発の声が多く聞かれました。シカゴ地下鉄が開業した直後、ワシントンやカナダのトロントで、新しい車両が導入されることになりました。そして、その車両は日本製だったのです。シカゴは予算の都合で中国製にせざるを得なかったのかもしれませんね。しかし、その直後にすぐ隣と言ってもいいトロントが日本製を購入したとなると、反発の声はもちろん、羨む声や、嫉妬に似た感情を抱く人までいたと言います。これが街の人たちの率直な意見なんでしょうね。アメリカの人たちの間でも日本製は人気があります。中国と一番異なる点は、なんといってもその安全性の高さでしょう。残念ながら、中国イコール事故のイメージがありますもんね。現に、ボストンでは事故が起きてますしね。一部の人たちは、中国製の電車に乗ることは命を懸けることだと言っています。そんなことを気にせずに乗ることができる日本の電車は、憧れの存在なのです。他にも中国製と比べて魅力的なところはいっぱいありますね。そうですね。優れた定時制や地元経済への貢献など、挙げればキリがありません。それは、この後じっくり解説することにしましょう。今回、スポットライトを当てたいのは、日立製作所グループの日立レールです。2022年11月、日立レールはとある発表をしました。どんな内容だったんですか？カナダトロント市の地下鉄オンタリオ線の工事を受注したとの内容でした。しかも、車両製造だけでなく、鉄道システムや運行、保守までも共同事業として受注しました。さらに、その契約金額が驚きでした。いくらだったんですか？30年の運行、保守契約も込みで、なんとおよそ1兆円だったのです。1兆円？中国の1475億円と比べるとかなり高額ですね。その契約の大きさも相まって、世界中から注目を集めることになったのです。詳しくその内容を知りたくなってきました。そのオンタリオ線ってどんな路線なんですか？トロント交通局が運営する地下鉄の3号線で、15.6 キロにも及ぶ路線です。2031年開業予定で、15もの駅が設置される予定となっています。トロントってすごく大きな街なんですよね。トロントは人口約270万人で、カナダ最大の都市です。有名なバンクーバーと比べて4倍以上もの人口を誇る大都市なのです。そんな大都市に日本の地下鉄が導入されるんですね。しかも、最先端のシステムが導入されるのです。どんな技術を取り入れるのですか？今回の車両は、自動運転システムを採用しています。そうすることで輸送力を最大限まで高めようとしているのです。具体的に教えてください。自動運転を取り入れることで、列車の運行間隔を極限まで縮めることができます。その結果、90秒間隔の運転が可能になりました。ということは1時間あたり40本ってことですか？そういうことになりますね。
これにより、1時間で約3万人もの人を運べるようになりました。また、速度も時速80キロまで出すことができますし、何より、利用者が増えると車の渋滞を減らすことができます。トロントは人口が増え続けており、慢性的な渋滞に悩まされているのです。渋滞が減れば最近注目されている、脱炭素社会を目指す動きとも合致しますしね。市民の期待もきっと大きいんでしょうね。さらに、この事業にはもう一つ素晴らしい点があります。カナダでは失業率の高さが社会問題化しています。地下鉄が運行することで、それに歯止めがかかるのではないかと期待されているのです。つまり、現地に雇用を作り出すってことですよね。その通りです。今回の事業で日立は800人以上を新たに雇用する見込みだと発表しています。電車そのものが期待されているのはもちろんですが、それに加えて、地域への好影響も期待されていることは間違いありません。日本の企業がこうやって海外で地域貢献をやっているのは嬉しくなりますね。こういったところも中国とは違う点ですね。このようにカナダで注目を浴びた日立ですが、この1ヶ月前、アメリカでも驚きの発表をしていました。何ですか？104億円を投資して、新しい鉄道車両工場を建設すると発表したのです。場所はメリーランド州ワシントン郡で、広さは東京ドーム約 3.4 個分です。めちゃくちゃ広いんですね。ここでも多くの人を雇用するのですか？ここでは1300人の雇用が生まれる見込みです。やっぱり地域に貢献するんですね。でも、何のためにこんな大きな工場を建設するのですか？気になりますよね。それでは、このアメリカでの事業について見ていきましょう。メリーランド州に建設した工場では、ワシントンメトロの車両を製造します。ワシントンメトロってどんな鉄道なんですか？文字通りアメリカの首都ワシントンを中心にした鉄道ネットワークです。路線はメリーランド州とバージニア州にも拡大しており、多数の路線を抱えています。そんな巨大ネットワークを日本の車両が走るんですね。ワシントンメトロはニューヨークに次いで、全米第2位の利用者数を誇ります。なので、製造する車両もかなりの数になるのです。どんな車両をどれくらい製造するのですか？製造するのは8000系という車両で、256両を製造します。また、オプションを加えると最大で800両もの規模になる予定なのです。かなりの数ですね。ところで、その8000系ってすごい電車なんですか？はい、8000系は最新の技術とサービスを売りにした車両です。Wi-Fi 設置はもちろんのこと、デジタルスクリーンを活用し、乗客に情報を提供する体制が整っています。未来の電車って感じがしますね。また、快適性を高めるための換気装置や、フロアヒーターも設置しています。さらには、高性能の防犯カメラも設置し、セキュリティ面にも気を配っているのです。そして、乗客だけでなく環境に対しても、最大限の配慮をしているのも特徴です。どんな環境対策をしているんですか？ブレーキ時に発生したエネルギーを再利用しているのです。ちなみに、このプロジェクトは約2400億円で契約されました。大きな契約だったんですね。でも、あらゆる面に配慮しているなんてさすが日本の企業です。首都ワシントンのプロジェクトですし、それだけ日本への信頼も高かったのでしょう。それは現地関係者のコメントからも伺い知れます。地元の下院議員は次のように話しています。日立が私たちの地域に来たことを歓迎します。そして、この工場がワシントン郡にもたらす経済効果を楽しみにしています。めちゃくちゃ歓迎された上に期待もされているんですね。やはり、大きな工場ができることによる、地元への経済効果は絶大ですからね。中国も現地に工場を作りはしますが、中国人労働者が多いのも現状です。地元への貢献度を考えれば、日本には期待が集まりますよね。でも、一つ疑問があります。こんなアメリカの大きなプロジェクトを、どうして日立が契約できたのでしょうか？なるほど、いい質問ですね。それは、アメリカに日本に対する信頼感があったからなのです。日本の川崎重工は日立よりずっと前から、アメリカで活躍していました。そうなんですか？知らなかったです。川崎重工がアメリカに車両工場を建設したのは、1986年のことです。その後2010年に世界との競争に勝ち、ワシントンメトロと契約しました。この時製造したのは7000系で、64両を製造することになりました。すると、安全性や快適性の高さが評価され、追加分も受注することになりました。そして、最終的には、メトロの保有車両の過半数に及ぶ、748両を製造することになりました。一つ一つの積み重ねが、大きな信頼になったという感じですね。川崎重工は文字通り、ワシントンメトロの顔になったのです。
だったら今回はどうして川崎重工じゃなく日立と契約したのですか？それは、川崎重工が選考から外れてしまったからなのです。何かトラブルでもあったのですか？違いますよ、安心してください。実は、川崎重工は同時期に大きなプロジェクトを抱えていたのです。そのプロジェクトとは、ニューヨーク地下鉄への車両の運輸です。ついにニューヨーク進出ですか？いいえ、川崎重工が初めてニューヨークと契約したのは1982年なのです。以来、2200両を超える車両を納入しています。今回は新型車両を2020年からの3年間に、535両も納入する必要がありました。つまり、忙しすぎてワシントンの案件を受けられなかったのですね。そうです。また、日立がワシントンと契約できた理由がもう一つあります。川崎重工はすでにアメリカに工場を持っていました。そのため、アメリカは日本の企業がアメリカに工場を建ててくれると、多大な経済効果があることをすでに知っていたのです。だから日立に参入してもらって、新しく工場を作って欲しかったのですね。そういうことです。ただ、それ以前の話として、日本の作る車両が安全性に優れていて、信頼できるものだったということは忘れてはいけませんね。もちろんです。その信頼を作ったのは川崎重工だってこともですね。ここまで見ていただいた皆さんは、立派な本学の生徒です。ぜひ皆さんの意見を聞かせてください。そして、これからも私たちと一緒に鉄道に関して考えていきましょう。高評価、チャンネル登録をしていただけると励みになります。ここまでお話を聞いてどうでしたか？アメリカやカナダの地で、日本製というだけで羨ましがられる。それって日本人としてすごく誇りに思います。本当ですね。これも川崎重工をはじめ、鉄道業界かどうかに関係なく、これまで海外で真摯に取り組んできた先人たちのおかげですね。これは安心と信頼はお金では買えない、ということの証ではないでしょうか。信頼は積み重ねないと得られないですからね。今後もアメリカでの日本企業の活躍を楽しみにしています。このチャンネルでは、現役電車運転士の私が、鉄道について解説していきます。このチャンネルで取り扱ってほしいテーマや、現役電車運転士の私に聞きたいことがあれば、コメント欄にコメントをお願いします。それでは今日はこの辺りで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。